妊娠と武症故障の3年前、夫は武症故障と診断されていた。数えきれない医者を訪ね、週をまたいでも診察を受けた。どの医者もみんな、夫には子供ができないと言った。なのに、お腹の子の正体を知ったとき、私はすぐに離婚を申請した。1、デレクが部屋に入ってきた瞬間、私は信じがたい知らせを口にした。上着を取ろうとしていた彼の手が空中で止まり、信じられないという表情で目を見開いた。今、なんて言った？妊娠したって？しかし言い終わらないうちに、彼の目つきが一瞬で冷たくなった。私は愕然とし、慌てて説明した。産婦人科に2回行ったの。どちらの医者も妊娠が確認されたって。前回の診断が間違ってたのかも？あなた不妊じゃなかったんじゃない？ちょうどその時、キッチンから足音が聞こえた。義母のソーン夫人が私たちの会話を聞きつけ、急いで駆け寄ってきた。彼女の目はデレクの手にある診断書へと走った。武症故障なのに妊娠？浮気したんでしょ、あなた。彼女の声は甲高く、ほとんど金切り声だった。私は仰天し、彼女の激しい口調にたじろいだが、その後怒りがこみ上げてきた。お義母さん、どうしてそんなことが言えるんですか？デレクと結婚して3年ですよ。私が彼やこの家を裏切るような人間だと思いますか？デレクが私をかばい、守ってくれることを期待した。しかし彼はただそこに立ち、私の下腹部を見つめたまま微動だにしなかった。苦痛に満ちた数秒後、デレクはようやく口を開いた。声には温かみがみじんもなかった。正直に言ってくれ。その子の父親は本当は誰なんだ？私は彼の目に映った疑念と冷たさを見つめ、希望が一滴ずつ苦々しく消えていくのを感じた。ついに私は深く息を吸い、答えた。明日、まずあなたが病院で検査を受けてください。それから話しましょう。あなたの状態が本当に治っているかもしれない。翌朝、私はバルコニーからの話し声で目を覚ました。ソーン夫人の声は大きくはっきりと聞こえた。信じられる？うちのデレクが3年前に武症故障と診断されたのよ。診断書に黒々と書いてあるんだから。で、今どうなった？彼女が突然妊娠した。これが私生児じゃなくて何だっていうの？私はベッドから飛び起き、怒りの熱が胸にこみ上げた。お義母さん、でたらめを言わないで。何もはっきりしてないのに、どうして親戚にそんなことが言えるんですか？しかし彼女は私を押しのけた。私は足を取られ、よろめいて2歩後退し、腰をバルコニーの手すりに打ちつけた。鋭い痛みに私は息を飲んだ。はっきりさせる？何をはっきりさせろって？武症故障って子供ができないってことよ。医者が言ってた常識だわ。やましいことがないなら、お腹の子をどう説明するの？私は反論したかったが、言葉が喉で詰まった。一言も声が出ない。今、私にできるのは病院の結果を待つことだけだった。その朝、デレクと私は一緒に都心の病院へ行った。約2時間後、医者が診断書を持って現れ、デレクに手渡した。ご主人の状態は3年前と変わりません。妊娠は不可能です。ドン。その言葉に私は眼前が真っ暗になった。そんなはずがない。先生、間違いじゃないですか？夫がまだ武症故障ならどうして私が妊娠できるんですか？私は必死で医者の腕をつかんだ。医者は気まずそうに手を引っ込め、含み笑いをした。簡単に言えば、ソーン氏には受精能力がありません。その言葉は死刑宣告のように感じられた。帰り道、車内はエンジン音以外は静寂だった。デレクが突然口を開くまで。
子供を下ろせ。私は凍りつき、彼を振り返った。今、なんて言った？下ろせって言ったんだ。彼は繰り返し、目はまっすぐ前の道を見つめたまま、私を見ようともしなかった。家に帰ってから他のことは全部片付けよう。涙が一瞬で私の方を伝った。デレク、あなた本当に私を信じてないの？あなたと結婚して3年よ。私がどんな人間かわからないの？浮気なんてできるわけないでしょ？私だってなぜ妊娠したか知りたいの。何が起きているか理解したいんだから。彼は私の言葉に反応せず、ただアクセルを強く踏んだ。家に着くと、彼はすぐに書斎へ直行し、ドアをバタンと閉めて私を締め出した。その夜、私はベッドで寝返りを打ち、眠れなかった。11時ごろ、書斎からデレクの声が聞こえた。電話中だった。あの女、間違いなく会社のあのパートナーとやっているんだ。覚えてるか？プロジェクトで一緒だって夜遅くまで帰ってこないって言ってたよ。前は気にしてなかったけど、今思えばあの時だな。とにかく簡単には引かない。ツケを払わせてやる。私はベッドに座り上がり、血液が凍りつくのを感じた。会社のあのパートナーは50代の男性で既婚者だった。私たちの関係は仕事だけ、仕事以外で食事すらほとんどしたことがない。デレク、どうしてそんなでたらめを言えるの？デレクは私が入ってくるとは思っていなかった。彼はひるみ、それから顔をしかめ、苛立たしげに手を振った。ここで何してるんだ？友達と話してるんだ。お前に関係あるか？関係ないって？私が浮気したって、パートナーと不倫してるって友達に話してるんでしょ。これが私に関係ないわけないでしょ。浮気なんてしてない。彼とは仕事だけよ。どうして信じてくれないの？彼は私を見つめ、突然怒鳴った。だったら一体どうやって妊娠したんだ？聖母マリアか。神の子でも宿ったのか。私は彼の残酷な顔を見つめ、心の最後の望みが砕け散るのを感じた。私は悟った。最初の妊娠検査結果を見た瞬間、彼はもう私を有罪と決めつけていたのだ。どんなに説明し、どんな証拠を出しても、彼は信じない。私は実家に少し帰ることにした。すべてを冷静に振り返り、なぜ妊娠したのか。この子の父親が本当に誰なのかを考え抜きたかった。しかし、出かけようとしたちょうどその時、リビングの明かりがパッとついた。ソーン夫人がソファに座り込んでいたのだ。ほうきの絵を握りしめ、不気味なほど陰鬱な表情を浮かべている。どこへ行くつもりだ？あの男に会いに行くのか？私は本能的に後ずさりし、スーツケースの砦を強く握った。お義母さん、実家に数日泊まりたいだけです。何が起きているか理解したいだけなんです。実家？よくもまあ実家に帰れる顔があるな。彼女はほうきの絵を上げ、私の鼻先に向けた。今日中に説明しろ。お腹の子の父親は誰だ？言わないと、この家から出さんぞ。私がまた説明しようとしたが、彼女は機会を与えようとしなかった。ほうきの柄が私の背中に激しく叩きつけられた。衝撃に息が止まり、本能的に身を縮めた。しかし彼女は迫り寄り、ほうきの絵を何度も振り回し、私の背中や腕を打った。もう耐えられなかった。私は床にしゃがみ込み、手で頭を覆い、抑えきれずに泣きじゃくった。デレクがようやく歩み寄った。しかし彼は私の前にひざまずき、脅しを含んだ口調で言った。母さんに謝れ。ただ一瞬の迷いで、過ちを犯した、そう言え。私は彼の顔を見上げた。3年間見てきたその顔が、今は全くの他人のように感じられた。
浮気なんてしてない。お腹の子も私生児じゃない。なぜあなたに謝らなきゃいけないの？デレクの顔は一層曇った。よし。それならそれでいい。後で俺が非常になっても文句は言うな。そう言うと彼は私を地下室に放り込んだ。私は一晩中地下室でひざまずかされた。食べ物も水も与えられなかった。ソーン夫人は一晩中罵声を浴びせ続けた。翌朝、母から電話がかかってくるまで続いた。電話に出ると母は泣いていた。スカーレット、ソーン夫人から昨日電話があって、あなたが浮気して私生児をはらんだって。これ本当なの？胸が締め付けられ、またしても涙が止まらなくなった。お母さん、違うの。浮気なんてしてないし、どうやって妊娠したかもわからないの。私を信じて、本当にデレクや家族を裏切るようなことは何もしてない。私はここ数日起こったことをすべて細かく母に話した。しかし母はそれをすべて聞いた後、数秒間沈黙した。スカーレット、母さんがあなたを信じてないわけじゃない。でも武将故障で妊娠通りに合わないじゃない。私は凍りついた。自分の母でさえ私を疑っている。翌日の午後、ようやく地下室のドアが開いた。デレクが入り口に立ち、書類を手にしていた。顔は以前より冷たかった。そして、その書類が私の前の床に叩きつけられた。サインしろ。彼の声には温かみがみじんもなかった。私はうつむいて書類を見た。表紙の離婚協議書の文字が眩しかった。上部には赤ペンで大きく4文字書かれている。裸で出て行け。心臓がずしりと沈んだ。私は急いで中身をめくった。そこには明確に記されていた家はデレクへ、貯金はデレクへ、そして私がゼロから築き上げた会社さえもデレクへ。私はデレクを見上げ、信じられないという目を向けた。デレク、結婚して3年だよ。生活費の大部分を私が負担してきた。どうして何も持たずに出ていけなんて言えるの？それにあの会社を小さなスタジオから今の規模にするまでどれだけ徹夜したか、何十もの都市を飛び回ったか。あなたは一度も手伝ってくれなかった。それをどうしてあんたに渡せっていうの？デレクが口を開く間もなく、ソーン夫人が外から入ってきて、腰に手を当て、完全に正義の側であるような顔をした。なぜだって？浮気したからだ。私生児をはらんでソーン家の顔に泥を塗ったからだ。デレクも続けた。もう地元のメディアには連絡済みだ。協力しなければ明日の朝にはお前の不倫が地元のニュースのトレンド入りだ。そうなればお前の会社は潰れ、両親もお前のせいで顔向けできなくなる。よく考えろ。息の合った彼らを見て、私は突然理解した。彼らは単に離婚させようとしているだけじゃない。私の会社を丸ごと飲み込み、私からすべてを奪おうとしているのだ。私は協議書を床に投げつけ、歯を食いしばった。サインしない。この会社は私の人生をかけた仕事だ。あんたたちに渡すものか。それに浮気なんてしてない。そんな屈辱的な協議書にはサインしない。デレクの顔は一瞬で青ざめた。彼はこれ以上私に言葉を無駄にしなかった。数分後、彼は私のスーツケースを持って戻ってきた。サインしなくても無駄だ。さあ、この家から出て行け。そう言うと、彼は存在に私の服をスーツケースに押し込んだ。私は止めようとしたが、背後に立っていたソーン夫人が突然私を押した。